マット・リドレーという人が考えたとても壮大な物語があります。それはゲノムという遺伝情報の集まりを私たち人類という種の自伝として読み解こうという試みです。私たちの体には22対の常染色体と X と Y という正染色体、合わせて23対の染色体があります。リドレーさんはこの一つ一つの染色体を本の章に見立てて23章からなる物語を構成しました。例えば第1章ではアルツハイマー病に関わる遺伝子が登場し、脳が年老いて記憶が失われていくというテーマが語られます。また第7章では言葉を話す能力の鍵となる FOXP2 という遺伝子が取り上げられ、人間が声を使って社会を作ってきた道のりが描かれています。これは単なる遺伝子のリストではなく、それぞれの染色体が持つ意味を物語として浮かび上がらせる方法です。ここで大切なのは、遺伝子はあらかじめ決められた固定の指令書ではないということです。リドレーさんは、遺伝子を文脈によって意味が変わる可能性のセットだと定義しました。例えば、ある特定の遺伝子に変異がある人でも、栄養状態や病気の経験、あるいは他の遺伝子の影響によって、症状の重さは人それぞれ異なります。つまり、遺伝子だけで運命が決まるわけではありません。環境や成長の段階、さらには偶然のノイズが遺伝子の働きを調整しているのです。リドレーさんはこれを、遺伝子は運命を書き込むペンではなく、たくさんの選択肢が載っている辞書のようなものだという例えで表現しました。遺伝子が全てを決めるという考え方と、環境が全てを決めるという考え方のどちらか一方に偏らない新しい視点です。では、遺伝子と環境がどのように影響し合うのか、詳しく見ていきましょう。行動遺伝学の世界では、双子や養子の研究が進んでいます。例えば知能について見ると、生まれたばかりの時は遺伝の影響は約 40% と言われていますが、大人になるにつれて 60% から 80% まで上がっていきます。これは、人が自分の遺伝な傾向に合った環境を自然に選び取り、その傾向を強めていくためです。具体な例を挙げましょう。セロトニントランスポーターという遺伝子の特定の型を持つ人は、ストレスの多い環境にいるとうつ病になりやすいことが分かっています。しかし、同じ遺伝子を持っていても、環境が良ければ結果は変わります。また、病気のリスクが高い遺伝子を持っていても、生活習慣を整えたり医療の助けを借りたりすることで、発症する確率を大きく下げられることも分かってきました。遺伝な素因は、絶対な必然ではなく、あくまで確率な傾向に過ぎないということです。さらに、エピジェネティクスという考え方があります。これは、DNA という設計図自体は変わらなくても、その読み方が変わるという仕組みです。科学な変化によって、環境に合わせて遺伝子のスイッチがオンになったりオフになったりします。例えば、お腹の内にいた時の栄養不足が、大人になってからの代謝の病気のリスクを高めることがあります。リドレーさんの本が出た当時はまだこの言葉は一般ではありませんでしたが、環境によって遺伝子の働きが調整されるという考え方は、まさにこの仕組みのことです。次に、ヒトゲノムを解読する歴史についてお話しします。1999年当時、ヒトゲノム計画はまだ途中の段階でした。しかしリドレーさんは、ゲノムを完成した地図ではなく、今まさに解読されている詩のようなものだと表現しました。2000年に感染源が出され、約30億個の塩基体からなる全配列が明らかになりましたが、彼は完成を待たずに、断片な情報から物語を紡ぎ出しました。結果だけではなく、発見していく過程そのものを伝えることの大切さを教えてくれます。性別を決める染色体についても触れておきましょう。Y 染色体にある SRY という遺伝子が、男性としての発達を始めるスイッチになります。一方で、X 染色体では片方が働かなくなるという仕組みがあり、それが女性に遺伝な多様性をもたらします。性別とは単なる2つの分類ではなく、遺伝と発達が複雑に絡み合ってできた結果なのです。リドレーさんは、ゲノムは私たちが何者であるかを決めるのではなく、
私たちが何になれるかという可能性を語っているのだと結論付けました。遺伝子は運命ではなく、進化の記憶を蓄えた可能性の装置なのです。ここまでの話で、遺伝子と環境の対立を超えた統合な視点が見えてきました。具体な病気の例で考えてみましょう。ハンチンソン病という病気に関わる HTT 遺伝子のように、特定の変化があれば必ず発症するという単一遺伝子疾患もあります。しかし、2型糖尿病やうつ病などは、多くの小さな変異が環境ストレスと組み合わさってリスクを高める単一遺伝疾患です。ここでも、遺伝リスクは必然ではなく確率であるということが強調されます。知能についても同様です。遺伝な要因が約 50% を占めるとされますが、残りの半分は、お腹の内の環境や育て方、教育、社会な経験などが作ります。知能は遺伝子の合計点ではなく、神経回路が作られていくプロセスの結果なのです。さて、現代の遺伝子編集技術と倫理について考えてみましょう。リドレーさんの本は、クリスパーという技術が登場する前に書かれましたが、彼は遺伝子を操作する権利について警告していました。自然な選択ではなく、人間の意思で選ぶことの危うさです。例えば、胎児の病気のリスクを消そうとする選択が、人間の多様性を失わせ、正常という定義を狭めてしまうかもしれません。現代ではクリスパー技術が実際に使われ始めており、治療や農業に役立っていますが、同時にデザイナーベビーや遺伝な不平等という社会な問題も起きています。技術な可能性と倫理な責任のバランスをどう取るかという問いは、今も重要です。最後に、個性の新しいモデルを提案します。遺伝子、環境、エピジェネティクス、そして社会な背景。これらがダイナミックに影響し合う枠組みです。遺伝子は固定されたコードではなく、生活環境や文化によって読み方が変わります。今後は、AI を活用した解析によって、一人一人に合った環境や教育を予測できる時代が来るかもしれません。特定の遺伝な傾向を持つ子に、適切な刺激や栄養を与えることで、リスクを下げ、個性を最大限に引き出せる可能性があります。まとめると、ゲノムを種の自伝とする考え方は、遺伝子が運命の設計図ではなく、可能性の辞書であるという深い洞察を私たちに与えてくれます。遺伝子と環境が絶えず対話をすることで、人間の個性や行動が形作られます。私たち一人一人が、自分の持っている可能性と、自ら選ぶ環境を意識し、より良い未来を主体に作っていくことが求められています。さらに、遺伝子の多様性が人類の歴史に与えた影響を振り返ってみましょう。旧石器時代の狩猟採集生活では、食べ物の変化に適応するための変異が重要でした。例えば、アフリカの一部で見られる釜状赤血球症という遺伝子は、マラリアという病気に強くなる代わりに、貧血などの副作用を伴います。一つの遺伝子がプラスとマイナスの両面を持つ、トレードオフの例です。また、乳製品を飲める能力の進化もあります。農耕が始まり、家畜の乳を飲めるようになった集団では、大人になっても乳糖を分解できる遺伝子が有利になり、広まりました。これは文化な習慣と遺伝子が互いに影響し合った、共同進化の典型な例です。最近では、腸内細菌というマイクロバイオームとゲノムの相互作用も注目されています。腸の中の細菌が、肥満や自閉症スペクトラム障害などの特性に影響を与えることが報告されています。個人の遺伝子に合わせた細菌の組み合わせを設計するという考え方まで出てきており、遺伝子と環境の境界はさらに曖昧になっています。エピジェネティクスの分野では、親の世代の栄養状態が、子や孫の世代まで遺伝子の働きを変えてしまうという証拠が集まっています。例えば、第二次世界大戦後のオランダで起きた飢饉を経験した母親の子孫は、心血管疾患のリスクが高まったという研究があります。DNA の配列自体は変わりませんが、環境への反応が科学な印として刻まれ、次世代に伝わる仕組みです。そして、遺伝子編集技術の急速な発展は、倫理な議論をさらに深い段階へと押し上げました。クリスパーは、
特定の場所を正確に切り取り、目の遺伝子を入れたり取り除いたりすることを可能にしました。今、遺伝子を書き換えるという餓きな方法が登場しています。例えば、重い筋肉の病気や血液の病気で苦しむ方々のために、体の外で遺伝子を治してから再び体に戻すという治療の試験が始まっています。一方で、赤ちゃんが生まれる前の段階で全ての遺伝子を書き換えることには大きな不安があります。予想もしない場所が書き換わってしまうかもしれませんし、体にどのような影響が出るかわからないからです。そのため、世界中で厳しいルール作りが急がれています。日本でも、受精卵への操作はとても厳しい指針で管理されており、政府や学会が協力して、誰にでもわかりやすく、正しい方法で行う仕組みを考えています。ここで、遺伝子治療と社会の公平性について考えてみましょう。豊かな国では、遺伝の病気の治療に保険が使えるようになりつつあります。しかし、お金のない方や発展途上国の方々には、まだ手が届きません。このままだと、健康という面で新しい格差が生まれてしまう危険があります。そこで、世界中で治療法を分かち合うための基金というアイデアが出されました。特許のルールを緩めたり、技術を伝え合ったりすることで、世界中の人々が健康になれる道を探っています。教育の場でも、遺伝子の知識を身につけることが大切になっています。小学校の高学年から高校まで、遺伝子と環境がどう影響し合うかを学ぶ実験が取り入れられています。生徒たちは、実際に DNA を取り出したり、遺伝子がどう働くかをシミュレーションしたりして体験に学びます。さらに、AI を使ったツールで、自分の遺伝子情報と生活習慣を合わせて分析し、将来の健康リスクを予想するプログラムも試されています。これは、遺伝子だけで人生が決まるという考えに陥らず、自分の力で人生を切り開く責任感を育てるためです。未来に目を向けると、遺伝子編集と生物を人工に作る技術が合わさった、デザインされた生命科学の時代が来ると予想されます。例えば、人工に設計された微生物を作れば、二酸化炭素を減らしたり、プラスチックを分解したりして地球を救えるかもしれません。しかし同時に、自然のバランスを壊してしまう心配もあります。リドレーさんが言うように、遺伝子は可能性が詰まった辞書であると同時に、人類が慎重に扱うべき倫理な契約書のようなものです。科学者だけでなく、政治家や企業、そして私たち市民が話し合い、リスクと利益を透明に分かち合う仕組みが必要です。人間という存在は、遺伝子、環境、そして後天な変化や社会な背景が複雑に絡み合ったものです。遺伝子は、一度決まったら変わらない設計図ではありません。時間や場所によって形を変える、動くネットワークのようなものです。例えば、都会で暮らす人は、空気の汚れや生活リズムの変化で、ストレスに関わる遺伝子のスイッチが切り替わり、心の病気のリスクが変わることが分かっています。逆に、自然に触れる機会が増えると、免疫のスイッチが入り、アレルギーが減るケースもあります。これは、遺伝子が環境の情報を記録し、それを次の世代へ伝える手紙のような役割を果たしている証拠です。まとめると、マット・リドレーさんが言った、ゲノムは種の自伝であるという言葉は、単なる過去の記録ではありません。それは、私たちが未来に何を選ぶかを示す羅針盤のようなものです。遺伝子と環境が対話を続けることで、個性は固定されたものではなく、自由な可能性へと変わります。私たちはその可能性を最大限に引き出すために、科学の知識と倫理な判断を合わせ、個人と社会が協力できる仕組みを作る責任があります。これからも、遺伝子と環境の関係を深く研究し、誰もが幸せに暮らせる未来を、対話を通じて作っていきましょう。こうした流れの中で、一人一人に合わせた個別改良という考え方が現実のものとなっています。すべての遺伝子配列と、生活習慣、環境データをまとめて分析することで、その人だけの健康プロフィールを作ります。これにより、最適な治療法を選べるようになります。例えば、
ある特定の遺伝子を持つ人は、普通の薬の量では効きすぎたり、副作用が出やすかったりすることが分かっています。そのため、遺伝子の型に合わせて薬の量を調整する治療が始まっています。また、がん細胞を一つ一つ細かく分析することで、がんがどう変化し、いつ薬に耐性を持つかが分かるようになり、その瞬間に最適な治療を当てることが可能になりました。一方で、大昔の DNA 研究は、人類の歴史に新しい視点をくれました。数万年前の狩猟採集民の遺伝子を復元したところ、農耕が始まる前の方が、今よりもずっと遺伝な多様性が豊かだったことが分かりました。その後、人々が集まって同じような食事をするようになったことで、遺伝な幅が狭まった可能性があります。また、昔の病原体の解析からは、過去の感染症がどのように人間の免疫力を鍛えてきたかが分かり、それが現代のパンデミック対策にも役立っています。また、遺伝子駆動という、特定の遺伝子を急速に広める技術が生態系の管理に検討されています。例えば、病気を運ぶ蚊の繁殖力を下げることで、感染症を抑え込めるかもしれません。しかし、狙っていない生き物に遺伝子が移ったり、自然のバランスが崩れたりするリスクがあります。そのため、慎重な試験と世界なルール作りが求められています。日本でも、倫理委員会が作られ、市民が参加して決める仕組みが試されています。合成生物学の分野では、人工な染色体を作ることが現実になりました。完全に人工で作られた酵母の染色体を使えば、新しい物質を作ることができ、バイオ燃料や薬を環境に優しく作る基盤になります。これに合わせて、遺伝子の安全コードというルール作りが急がれています。例えば、ある条件で自分自身を消滅させる仕組みなどを組み込み、自然界への影響を最小限に抑える防波堤を作っています。情報科学との融合は、データの扱いを根本から変えました。高度な機械学習を使うことで、膨大なデータの中から、未知の遺伝子の働きや病気のネットワークを見つけ出せます。特に、深層学習によるタンパク質の構造予測は、アミノ酸の並びから3次元の形を高精度に予想できるようになり、薬を作るスピードと成功率を劇に上げました。日本国内のオープンデータ基盤は、研究者同士の共有をスムーズにし、結果の正しさを保証することに貢献しています。政策面では、プライバシーの保護と活用のバランスが重要です。個人の遺伝情報を扱う法律は、本人の同意を厳格に求めつつ、医療研究や公衆衛生のために柔軟に使えるよう整備されています。さらに、国を超えたデータのやり取りに関する協定が結ばれ、世界共通の倫理基準が整いつつあります。これにより、地域による研究の差がなくなり、世界全体の健康課題を解決する協力が加速しています。教育の面では、遺伝子の知識を幅広く学ぶ取り組みが広がっています。高校の科学では、遺伝子編集の実習やデータ解析の演習が当たり前になりつつあり、生徒は自分の特徴と生活習慣の関係を自ら探求します。また、地域のセンターでの市民講座では、専門家が対話形式で遺伝子検査の結果や倫理について説明し、一般の方々の判断力を高めています。これらは、遺伝子で全てが決まるという考えを捨て、個人の選択と社会責任を同時に育てるためです。哲学な視点では、遺伝子と自由意志の関係が再び注目されています。遺伝子が可能性という種をまき、個人の経験と選択がそれを花咲かせるという考え方は、人間の行動を評価する新しい光になります。例えば、遺伝に病気になりやすい人が、努力して健康な生活を選んだ場合、その自己決定は困難を乗り越えた価値ある行動として評価されます。一方で、遺伝なリスクがレッテルとなり、差別につながるケースもあり、情報の正しい使い道をめぐる議論が続いています。最後に、地球規模の環境変化と遺伝子の多様性についてです。気候変動で住む場所が変わる中、生き物たちがどう適応できるかが試されています。北極圏の植物では、温暖化で新しい遺伝子が入り込み、
環境に適応している様子が見られます。逆に、海が酸性化することでサンゴの共生関係が崩れるリスクも報告されています。これらの例は、遺伝子が環境の変化に耐える鍵であると同時に、人間が環境を守る責任があることを教えてくれます。総じて、遺伝子科学は、目に見えない小さな情報から、社会という大きな課題までをつなぐ統合な道具へと進化しています。技術でできることと、倫理な限界を常に照らし合わせ、対話を深めることで、遺伝子と環境が響き合う持続可能な未来を描けるはずです。私たちは、科学の洞察と人間としての感性を合わせ、次世代に引き継ぐべき遺伝な文化遺産を慎重に育てていく使命があります。マット・リドレーさんが本の中で語った遺伝子は人生の設計図だが、実際の建築は環境が指揮するという比喩は、その後の議論の土台となりました。リドレーさんは、ヒトゲノムの解読で得られた膨大な情報を都市のインフラ整備に例えました。個々の遺伝子の変化は、道路網の交差点のようなものだと言ったのです。この視点は、単に遺伝子で全てが決まるという考えを超えて、環境との関わりを重視する研究の流れを作りました。ヒトゲノムプロジェクトは、1990年代の初めに、アメリカとイギリスが共同で立ち上げ、2001年にその草案が公表されました。当時は、すべての配列を読み取るのに約30億ドルという途方もない費用がかかりましたが、次世代の解析機の登場により、2020年代には1人分を数千ドルで管できるようになりました。この価格革命が、一人一人に合わせた医療や予防医学を加速させ、国レベルでのゲノムバンク構築を可能にしたのです。染色体の数の確定は、20世紀初頭の観察から始まりました。タウンズ、ホルト、モーガンがショウジョウバエを研究し、染色体が遺伝子の乗り物であることを示唆しました。その後、彼の弟子であるテオドール・ B ・ローレンツが、人の染色体数は46本であることを見出しました。23対の染色体と正確に報告されたこの発見は、遺伝子の地図を作る土台となり、病気の原因となる遺伝子を探す道を切り開きました。遺伝子で決まるのか、環境で決まるのかという議論は、双子の研究で具体な形になりました。一卵性ソーセージと二卵性ソーセージを比べることで、知能や性格の遺伝の度合いが分かってきました。例えば、知能指数の遺伝の度合いは、子供の頃は4割ほどですが、大人になると7割近くまで上がります。これは、環境が幼少期の発達に強く影響し、遺伝な可能性が後に現れてくるというモデルを支持しています。また、養子縁組の研究では、養子の教育成果は養親の社会な地位に左右される一方で、精神疾患のリスクは身の親から受け継がれる傾向が明らかになりました。これにより、遺伝子と環境が互いに影響し合う、遺伝子環境の相互作用の大切さが証明されました。行動遺伝学の分野では、攻撃性やリスクを好む行動など、複雑な行動に関わる多くの遺伝子のネットワークが少しずつ解明されています。ドーパミンを受け取る受容体の一種、遺伝子の特定の部分が、注意欠陥多動性障害のなりやすさに関係していることや、セロトニンを運ぶ遺伝子の短いタイプが、ストレス下でうつ症状を悪化させることが、世界中の多くの研究で確認されています。これらの発見は、人の行動を遺伝子だけで決めつけない、総合なリスク評価の枠組みを提供しています。病気の原因となる遺伝子を特定することは、臨床遺伝学の大きな転換点となりました。1990年代に、遺伝子の変異が、乳がんや卵巣がんのリスクを大幅に高めることが分かり、予防な手術やリスクを下げる薬の導入が始まりました。また、釜状赤血球症の原因遺伝子が、グロビン遺伝子の小さな変異であることが明らかになり、遺伝子治療の試験が行われています。現在では、クリスパーという技術を使った新しいタイプの遺伝子編集が臨床試験の段階に入っています。さらに、アルツハイマー病に関連する遺伝子のタイプを持っていると、発症リスクが高まることが分かり、早期の診断と生活習慣の改善が政策レベルで進められています。
人格遺伝学では、ビッグファイブと呼ばれる5つの性格特性、外交性、誠実性、開放性、協調性、神経症傾向のそれぞれに3割から5割ほどの遺伝の度合いがあると報告されています。遺伝子の違いと自己報告による性格テストの関係を調べる研究も進んでいます。日本人特有のセロトニンを運ぶ遺伝子のタイプが、社会なストレスに対する耐性に影響を与えるという研究は、文化な背景と遺伝な素因が交わる恒例です。知能の遺伝性については、ポリジェニックリスクスコアという新しい手法が注目されています。多くの小さな効果を持つ遺伝子を統合したスコアが、学業成績や職業選択に一定の予測力を持つことが分かっています。このスコアを教育政策に活用する議論もありますが、スコアの解釈には社会な格差や教育機会の不平等が混ざっているため、倫理なガイドラインの策定が急がれています。エピジェネティクスは、遺伝子の働きが変化する仕組みを示す重要な概念です。第二次世界大戦後のオランダで起きた飢餓危機を経験した母親世代の科学な変化が、子孫の代謝疾患のリスクに影響を与えることが分かっています。これは、オランダ飢餓研究と呼ばれ、環境の刺激が世代を超えて遺伝子の働きを変えるメカニズムを裏付けています。近年の研究では、精子に含まれるが父親から子供へエピジェネティックな情報を伝え、代謝の適応に寄与することが分かってきました。これにより、父親の生活習慣が子供の健康に直接関係する可能性が明らかになっています。進化生物学の観点からは、選択相似と呼ばれる遺伝子プールの急速な変化が、農耕の始まりと乳糖を分解する遺伝子の広がりに関係していると考えられています。アフリカ系住民の遺伝子の変異が、牧畜文化の拡大と同時に頻度を高めた事例は、文化な慣習と遺伝な適応が互いに促進し合う典型な例です。遺伝子と環境の相互作用は、統計な手法の進化とともに詳細に解析されるようになりました。大規模なデータを使った解析により、特定の遺伝子のタイプが高ストレスの環境下での未リスクを高めることが分かっています。例えば、遺伝子の活性が低いタイプを持つ人が、家庭内暴力を経験すると攻撃性が現れやすくなるという結果は、社会福祉政策における早期介入の指標として活用されています。ヒトゲノムの地図作りは、ハプマップや1000人ゲノム計画を経て、日本人特有の参照ゲノムが完成しました。参照ゲノムは、東アジアの諸民族間の遺伝な距離や病気のなりやすさの違いを高精度で描き出し、地域医療における薬の効果や副作用のリスク評価に直接結びついています。バイオエシックスの議論は、遺伝情報の利用範囲と個人の尊厳の保護をめぐり、国内外で制度化が進んでいます。日本の遺伝情報保護法では、遺伝子検査の結果を第三者に提供する際には、明確な同意と目の限定が義務付けられており、データ漏洩を防ぐための暗号化基準が設けられています。一方で、欧州連合の国際データ共有協定は、研究者が国を超えて大規模なデータを集める際の法なハードルを下げ、世界な健康課題への迅速な対応を可能にしています。クリスパー技術は、2012年に発見されて以来、遺伝子編集の標準な手法となりました。日本国内では、京都大学と理化学研究所が共同で、人の受精卵の遺伝子改変に成功したことが報じられ、倫理審査委員会がすぐに臨時会合を開き、受精卵の遺伝子編集の臨床応用に対するガイドラインの草案を策定しました。特に、遺伝子ドライブを利用した蚊の不妊化実験は、デング熱や自家熱の蔓延を抑えることが期待されていますが、生態系への不可逆な影響を懸念する市民団体の声が強く、公共の議論が活発化しています。将来像としては、ポリジェニックリスクスコアと生活習慣データを統合したデジタルツインモデルが、個人の健康寿命を最適化するための予測ツールとして実装されつつあります。AI を使った予測エンジンは、数十万件のゲノム、代謝、環境データをリアルタイムで解析し、食事や運動、睡眠のホロ調整を提案するサービスが商業化の段階に入っています。
しかし、この高度なパーソナライズ化は、データの所有権やアルゴリズムの透明性に関する新たな倫理な課題を提起しており、政府は遺伝情報の公平利用に関する包括な法制化を検討中です。教育現場では、遺伝子リテラシーを必修科目に組み込む動きが広がっています。学生は自分自身のゲノムデータを使った統計解析の演習を通じて、遺伝なリスクと生活選択の関係性を体感に学びます。これにより、遺伝子で全てが決まっているという考えに陥らず、科学な根拠に基づく意思決定能力が養われ、将来な医療消費者としての成熟が期待されます。最後に、遺伝子科学と社会構造の相互作用は、単なる技術革新にとまらず、人類の価値観や法制度、経済活動そのものを再構築する力を持っています。私たちは、遺伝情報が個人の可能性を広げるツールであると同時に、集合な責任と共感を育む文化な資産であることを認識し、科学と倫理、政策と市民参加が調和した持続可能な未来を共に創造していかなければなりません。